手に入れたばかりのベスパ。今回は液体系を交換します。水冷のスクーターとか水回りのチェックおろそか気味だよね。結構やばかったです。やたら電動ファンが回るから水回りをチェックするよ。夏だからこんなもんかと思ってたんだけど、結構頻繁に電動ファンが作動する。水が減ってたからとりあえず出すよ。なんか覗くとやばい色しているな。前のオーナーはオイル交換はしてたって言ってたみたいなんだけど、逆に考えればそれ以外のことは何もしてないとも言えるかも。シェ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 、やば、サビ汁じゃん。マフラーもそのうち再塗装しないとね。これ下手したら新車からそのままかもね。知らなかったとはいえ、この状態で真夏に100キロぐらい走っちゃったよ。水温計は安定してたけどね。一回全部サビ汁を抜いて水を流し続けよう。サーモスタットのところにあるニックル、多分エア抜きだからここも緩めよう。ラジエーターキャップのところから水を流し込むよ。サビ色が薄まってきたね。ベスパはラジエーターが2個あって、これだと右側のラジエーターしか掃除できないから反対側からも流し込むよ。正規のやり方が別にあると思うけど、とりあえずこれでも良いと思うよ。クーラント液は付着不要のやつをとりあえず入れておいたよ。急遽の作業だったからサーモスタット周りは外してないよ。ここまでサビ汁になってるとサーモスタットも変えた方が良さそう。そのうちエア抜きのところに透明チューブを挿して緩める。エンジン内部の抜ききれなかったサビ汁がちょっと出てきた。サーモスタットからインペラー周りのクーラント液は抜ききれないね。エア抜きのところにクーラント中に混入した空気がたまるから3回空気を抜いてあげて様子を見れば大丈夫。エアが入ってなければ大体 OK。 正規マニュアルとか読んで作業してないから他にもやり方があるかもね。エア抜きがあるから作業的には難しいものじゃないね。4輪のエンジンだと抜いても抜いてもエアが溜まったりとか普通にあるけど、このエンジンはエア抜きしやすいね。あとウォーターポンプなんかもチェックしないと。あとブレーキフルードも変えておいたよ。